うございます。厨房暑いからね。いつもこんな朝早いんですか？そうですね。このぐらいからやらないとね。後の仕事がどんどん遅れていっちゃうからね。朝いつも何時起きとかなんですか5時半。近い、お家はじゃあ近いんですか？そうですね。7分ぐらい。歩いていつも。そうです。もう撮ってんの、今休憩中じゃないの？朝の休憩っていつもあるんですか？もう釜入れてね、カヌレの釜とか入れて、一回座って、それから生菓子の準備を始めます。おめでとう、飲みなせっかく。ありがとうございます。いただきます。1時間は遅くできるようになったかな。4時50分に起きて5時半ぐらいにここに来てたからさ、それが今6時ちょい過ぎになってるから、多少ね、お財布忘れちゃってさ、お弁当買ってから金買えなかった。どうするんですか、お昼？いや、後で行くけどさ、コンビニ、毎日そのコンビニ。もう飽きたよね。朝と昼はコンビニ弁当だからさ。で、夜もヘロヘロになるともう、作んのやだってなっちゃうじゃん。3食コンビニとかもあったり。あるある。最近特に多いね。ではカヌレとバーブルトに焼きます。ちょっともっちり感がこっちの方もあるし、周りもふわふわっていうかもちもちだからカヌレより食べやすいってのもあるかな。今日も28度ぐらいからで、そのぐらいの、気温になっちゃうとさ、いくらカヌレがうちのね売りだって言ってもこの色から食べたいと思わなくなるんだよね、きっとね。だから気温が高いとまずカヌレが出なくなるっていうのもあるし、そういうのも考えながら焼く数を決めるっていうか。新しいのやろうかななんて思って、そんな気持ちだけで始めたんだけど、割と根付いてくれてますね、すごく。水分の多い生地だから1日寝かして粉の力を抑える。やっぱりこう寝かしたものと寝かさないものでは全然焼き上がりが違うので、寝かせてる時間ってすごい大事ですね、この生地にしては。ここをやることになって一人で厨房やると決めたから、少しでも簡単で仕事の中に組み込めるような商品を出したいなっていうのが一番最初のきっかけかな。流し種じゃん、ボンって入れちゃう俺だもんね。ただそういうふうに非常に簡単に思われがちなカヌレでもあるけれども、その寝かし時間によって全然出来上がりが違うからさ、それはまあでもすごい奥深いよね。そのぐらいやっぱその寝かす時間がすごい大事なお菓子なんですよね。一番人気はカヌレですか？そうだね、一番人気カヌレですって言いたくないんだけどねやっぱり焼き菓子とかさ、生菓子でこれがやっぱり一番ここはいいよねっていうふうに言ってもらいたいんだけど、まずうちのお客様の入り口はカヌレだからさ、カヌレからどんどん波及してってもらえるといいんだけど。
パーブルトン55分。カナダの時間が1時間ぐらいで済んだらもっと遅く来てもいいんだけどさジェノワっていうお菓子の仕上げをしていきます。がっつりチョコレートですね。チョコレート一色のお菓子です。大体まあね、俺らの時代は23歳で行くような人が多かったけど、まあ、自分が行ったのは29だったんですよね。だからすごい遅くに行ったタイプの人ではあるんだけど、まあ、29で行ったからこそなんか感じれるものってすごい多かったよね。24の時に行こうと思った時に、まあ母親に泣かれたんですよ。今お前を手放すわけにはいかないみたいな感じでね。で俺もそうかと思ってとどまったんだよね。でも本当に俺があの時その年でフランス行っちゃってて、多分フランスのことを好きになって帰ってこれなかったような気もするし、ボロボロになって帰ってきたんじゃないかなって思うよね。29でそのダラワイオジャポンっていう場所を経てフランスに行けたっていうのはものすごい大きかったなと思いますよね。はい、じゃあかけます。冷凍庫から出したものにすぐうちはかけてるからさ、こう流れていって温度が低いと最後まで流れきんないでガガガって固まっちゃうので、これだけの温度が必要だなってやってみます。フランス行ってた時に大変だったことって？とにかく自分が日本から出る時に一番感じてたのは、やっぱ寂しくなるだろうなと思ってたんですよね。孤独に打ち勝つにはどうしたらいいのかなっていうことだったけど、やっぱないもんね、その耐えるしかね、道はさ。あとはやっぱり言葉の壁、随分理不尽なこともされたし、カチッときちゃって記事ね投げつけちゃったこともあるしさ。奥田さんの方が。そうでもその私から投げつけちゃった事件の時はやつが悪いんだけど、言葉も通じない中で暮らしててやっぱナーバスになってるね、常にね。だからなんかちょっとしたことでカーンとなっちゃって、そういう行動を移してしまうっていうこともあったんだけどさ、その最後の最後の日まで彼は俺と口聞いてくれませんでした。だんだんと喋れるようになってきたし、タクシーに乗ったらタクシーのおじさんとすごい会話できちゃうのよ。俺喋れるようになったなと思ったら、そのおじさんはアラブ人でした。あなたも片言みたいな。これに入っていたシューが解凍されているので、でカヌレが出たら入れます。はい。
あ、おはようございます。今月の20日で5周年。まあ本当この町にずっといたいよね。もっともっとみんなに分かってもらって本当幸せを分かち合いたいなと思ってますけども、まだまだ時間がかかるのかなと思ってるけどね、本当に。おはようございます。ごめんなさい。お花出してなかった。あ、はい。これいつもお水どこで？あ、今。いい日和ですな。暑いですね。やばい。こんな毎日です。アーモンドクリームをちょっとしっとりさせるっていう意味と、あとちょっと香り付けだよね。お腹空かないですか？大丈夫ですか？空いたよ。私もお腹空いたでしょ。ちょっと終わったらさ、なんか買いに行ってくるからさ。何食べた？おにぎり大丈夫？大好きです。ついてきます。あ、一緒に行こうか。
もともとやっぱりもう自分のお店持ちたいっていうふうな、ずっと思ってたよね。先輩たちが35でやってたから、自分も35だと思ったけど、35の時は全然お金なかったからさ、まあ2年遅れの37になったっていうことかな。生きていかなきゃいけないからね。でもそれがやっぱり自分の好きなことで生きていけるんだから幸せだよね、きっとね。なんかもう一生かけていいものに出会えたなとは思ってるし、それはとても幸せなことじゃないかなと思いますよね。ここがアールグレイのジョコンドっていうアーモンドビスキーですね。でここがアールグレイのダクワーズ、これもアーモンドビスキーだけどもまるっきり違う製法のものですね。しっとりした滑らかな生地なんだけども、両方のムースに挟まってよりしっとりが増しちゃうってことだよね。一番そこがこういうサクサクな状態なんですよね。これをお客様に感じてもらえればなと思っていますよね。真ん中のビスキットと下のビスキットの組み立てている目的がもう違うんだよっていう。すみませんね、こんな学校に。お弁当買いに行きます。ちょっとお弁当買ってきます。暑いですね。
撮ってますよ。お弁当買いに行くの？そうそうそう。いいって。アロハだね。アロハ、ハワイ好きですか？全然。柄が好き？そうね。レッドブルがないと生きていけないですよ。コンビニのことをよく言うじゃん、なんかね、あんまり食べちゃいけないとかさ。でもね、ないと困っちゃうよね。中華だけに。別番組始まったみたいです。フレッシュフルーツの酸味と生クリームの乳脂肪分が喧嘩しないようにということでこれを使う。
作業している時って考えました？次何しようとか、もっと早く手動かねえかなとか、そういうことは考えてるから、もっと早くとか。ありがとうございます。またお待ちしております。ムースを作るためのイタリアンメレンゲなので、泡が命だからさ、やっぱりその活性化する泡の力を絶対に利用したいよね。常温にすることによって、素材同士が混ざりやすくなるってことだよね。そうこんな感じね。ほら、よく教科書なんかにも出てくると思うんだけど、こういうような塊になります。煮詰まってね。で一回温度止める。じゃあいくよ。まんべんなくシロップ使い切ってあげます。こんな感じですね。クラッとボリュームのある感じだよね。である程度ね、3分の1ぐらいかな。そしたらゼラチン加えます。あらかじめふやかしておいたゼラチンですね、入れます。冷やしておいたメレンゲを常温に戻しておくとか、生クリーム立てませんでした。危ない。で生クリームを立てます。YouTube の「はなぺこスイーツ」っていうチャンネルの紹介してもらってるので、ぜひぜひ
見てください。あ、見て見て。もう一回すでに俺出てるから。あ、そうですか。見て見て。スポアールさんって言って。そうそうそう。YouTube で検索する。出る出る。したらじゃあ合わせ。1回目は全体にジャカジャカジャカっと完全に混ざりきらない状態ですね。1回目、ここからだんだん丁寧に合わせていきます。完全に混ざってない状態で最後のメレンゲ加えます。大きく大きく丁寧にですね、混ざり合う前にツヤのいいムースになりました。かなりがっつりした色かなと思いますが、真空になるからね。だからこう色が変わるんだよね。ツヤが出てくるってことだよね。そしたらじゃあグラサージュでグラッセしていきます。
片手でやるやつってなかなかいないですよ。やめたいです楽になりたいです。やめらんねえなっていうか、やめたくないなですよね。ずっとやり続けたいし、なんかもっと新しいこと今までやってこなかっただけど、やりたいみたいな、これもやりたいあれもやりたい、できるようになりたいっていうのがまだまだあるからさ、だからやめられないなっていうか、やめたくないなっていうかね。80まであと18年ぐらい、その18年であと自分ができないことが何個できるようになれるかとかさ、そういうの考えるとやっぱりちょっと自分でもワクワクするな。そういうものに出会えてやり続けられてるっていうことは幸せ以外の何のものでもないですよね。はい。65、今62、65、65ぐらいまでには本当にこの付近でね、ミュージックパティスリーっていうのをやりたいっていうのを切実に願ってるんですよね。そういう音楽を聴きながら菓子を食べたりデザートを食べたりできる場所、大人が心豊かになる時間を過ごせる場所を作りたいなってすごい思ってるんですけども、個人の力では絶対無理なので、同じ志、同じ方向を持ってね、みんなで幸せになりたいねっていう人が現れたら最高ね。もう命かけるよ本当に。で10年間突っ走って75ぐらいからは、コンフィズリアっていう、もう本当にこう陶家っていうかな、そういうのに特化したお店をやりたいなと思ってるけど、で80ぐらいになったらドライフルーツ屋になりたいなと思ってるんですよ。もう一人でドライフルーツを作ってあいよって売れるような、そんな人生にしたいなって思っております。すごい人生設計しっかりある。しっかりあるんですよ。